はい、こんにちは。カードゲームの学校です。今回はですね、ブラストエースアルティメットカップ環境で活躍するデッキを紹介いたします。それでは早速やっていきましょう。シャイングレーモン。現在環境でトップシェアを維持しているこのデッキ、大門マサルを中心としたビートダウンデッキです。基本的にはこのデッキのメインアタッカーは大門マサルなので、積極的にマサルでビートダウンしながら進化コストを踏み倒して場のデジモンを強化していきます。現在の環境は試合テンポが比較的速く、小粒でのアグロもしくは安定したワンショットプランがあるデッキが活躍している傾向にあります。そしてこのデッキはそのどちらのプランも可能な、まさにこの環境を代表するデッキと言っても過言ではありません。ライズグレーモンがいることで仮にマサルが消滅してもセキュリティに行くことができるので、アタックしながらリーサルをずらすことも可能です。テイマーに触れられるカードがまだまだ少なく、マサルを除去する方法が限られているのもあり、安定してアタッカーを場に並べられるのもこのデッキの強みです。また小粒での殴り合いになった場合にセキュリティからめくれる大門マサルが負けに直結する可能性もはらんでいますので、セキュリティをアタックする際は注意が必要です。本デッキはミラー対策にルインモードを採用しているプレイヤーがいましたが、速度やワンショットの再現性を高めるためにバーストモードに寄せているプレイヤーが現在は多い傾向です。環境のトレンドプランがどちらも可能な環境トップシェアデッキ、4コストマサルの制限を求める声が多いですが、まだまだ環境で活躍するでしょう。ミラージュガウガモン。バーストモード登場以降環境で活躍を続けているこのデッキ、リンピーアップの手段がなくセキュリティバトルへの不安がありましたが、ジャミングを獲得したことで弱点を克服しました。新規のカカモンは青のデジ玉で、進化元効果は自分のターン中進化元の枚数がこのデジモン以上の相手デジモンがいない間、このデジモンはジャミングを得ます。最近活躍しているデッキは場にデジモンがあまり残らないため、ジャミング獲得の確率が高いことはもちろん、新規カードを使用することで進化元も破棄可能になりました。新規のコマモンは青のレベル3デジモンで、自分のメインフェーズ開始時に相手デジモン1体の進化元を選んで破棄し、ターン終了までブロックされなくなります。進化元効果はこのデジモンが消滅するときに、このデジモンの進化元から5マモン1体をノーコストで登場可能です。ズドモンエースは青のレベル5デジモンで、新ギミックブラスト進化を持っており、カウンタータイミングで自分の場に対象デジモンがいればノーコストで進化することが可能です。その効果は登場時と進化時に相手デジモンの進化元を選んで2枚破棄し、その後進化元を持たない相手デジモン1体を手札に戻します。シャイングレーモンやコントロールデッキに採用されているルインモードについても、自身の DP が1000でも残っていればジャミングで駆け抜けることが可能です。決まればほぼ決着のミラージュガウゴモンでしたが、ジャミングを獲得したことでオプション以外での対処がより難しくなりました。さらなる力を得たことでその動きに磨きがかかったこのデッキ、今季での活躍も間違いないでしょう。キワクチン。ブラスト S でパワーカードをもらったことで一気に環境デッキとなったこのデッキ。本デッキは新規のパタモンや希望の使者で進化コストを踏み倒しながらデジモンの進化を目指していきます。メインギミックである新規のパタモンは黄色のレベル3デジモンで、その効果は自分のメインフェーズ開始時に自分のセキュリティを全て確認し、その中の特徴にワクチン種を持つレベル4デジモンにノーコストで進化可能です。その後自身のセキュリティをシャッフルし、進化した場合は自分の手札から特徴にワクチン種を持つカード1枚を自身のセキュリティの一番下に置くことが可能です。進化元効果は自分のセキュリティが増えた時メモリーをプラス1します。この効果でバーサスロイヤルナイツで収録されたジオグレーモンへの進化を目指し、テイマー展開を狙っていきます。またこのパタモンは進化に成功した際に自身の効果でセキュリティが増えるので、進化元効果まで自身の効果で完結しています。とはいえセキュリティの中に毎回レベル4デジモンがあるわけではありません。この効果を補助できるカードが新規のエンジェモンと高石健。エンジェモンは自身が消滅するときに自身をセキュリティに置く効果、高石健は登場時に手札から特徴にワクチン種を持つ木のカード1枚をセキュリティの下に置くことが可能です。セキュリティの中身がわからないとしても、エンジェモンやタケルの効果で対象カードをセキュリティに仕込むことでパタモンの進化を確実なものにすることが可能です。そして希望の使者はブラストエースで収録された1コストのオプションで、自分のセキュリティを全て確認し、自分のデジモン1体をその中の特徴にワクチン種を持つ木のレベル6以下のデジモンにノーコストで進化が可能で、その後セキュリティをシャッフルし、この効果で進化できていて自分の場に高石健がいればリカバリープラス1します。このデッキは進化速度がかなり速く、ベナスモンやルインモードでのロックで相手の動きを阻害しながら攻め込んでいきます。ただ従来のコントロール系のデッキとの違いとしては、進化するためにデジモンを多く採用していることからセキュリティの受けが弱く、動きの速いデッキのアタックを受けきれない場合が多いので、序盤でしっかり相手の動きを阻害できないとかなり辛い戦いをすることになります。発売当初はあまり話題にならなかったものの、徐々にその強さがバレてしまったこのデッキ、今季注目のデッキです。フェンリルガモン。ブラスト S で新規収録されたフェンリルガモン、デジモンシーカーズで登場した新規デジモンを主体としたデッキです。登場当初はコンボデッキ上に扱いが難しいデッキという評価でしたが、その再現性の高さから環境が進むにつれて使用者が増加していきました。本デッキは新ギミックマインドリンクを活用し、デジモンの下にテイマーカードを置くことでその進化を発揮します。新規テイマーである長住エイジは紫の3コストテイマーで、メインフェーズ開始時に相手デジモンがいればメモリーをプラス1できる汎用効果と新ギミックであるマインドリンクを持っています。
マインドリンクは自身を進化元にテイマーカードがない指定デジモンの下に置くことができる効果です。デジモンの下に入る効果を持っているのもあり、もちろん進化元効果も有しています。進化元効果はこのデジモンが特徴に魔獣型か SOC を持つ間、連携とブロッカーを有する効果と、お互いのターン終了時に進化元から自身を登場させる効果です。連携の効果の記述が省略されているので念のため解説しておくと、連携は自身のアタック時に自分の他のデジモン1体をレストさせることで、このアタックの間レストさせたデジモン分の DP とセキュリティアタックプラス1を得ます。連携の効果は永続ではなく、そのアタック中のみなので注意しましょう。また本デッキの要と言っても過言ではないヘルガルモンは紫のレベル5デジモンで、その効果は自分のターン終了時に自身を消滅させ2ドローし、その後トラッシュからルガモン1枚を回収可能です。さらに消滅時に自分の手札から特徴に魔獣型か SOC を持つカード3枚までを破棄でき、その後レベル3以下の相手デジモン1体を消滅させます。この効果で破棄したカード1枚につき消滅効果で選べるレベルをプラス1します。基本的に本デッキはこの効果を活用して手札のキーカードをトラッシュに落としていきます。進化元がある状態であればアナログの少年の効果の対象となり、次の育成をすぐに開始することが可能で、最悪7コストの除去オプションのような使い方も可能です。協力隊のフェンリルガモンはデジモンカードでは珍しいルールへの干渉を行うカードで、その効果はフェンリルガモンが場にある間、自分のターン終了条件がメモリーが相手側の3以上に移動した時に変更されます。さらに進化時に自分のトラッシュから特徴に魔獣型か SOC を持つレベル4以下のデジモン1体をノーコストで登場可能で、このデジモンの進化元に流すイメージがあれば登場できる枚数をプラス2します。アタック時効果はターンに1回レベル3以下の相手デジモン1体を消滅させることで自身をアクティブにします。この効果は自分のデジモン1体ごとに消滅効果で選べるレベルをプラス1します。このデッキは基本的にフェンリルガモンの連続アタックやトラッシュからの登場効果を使ったワンショットを狙っていきます。イメージ的には進化ラインを2巡することで必要なカードを手札及びトラッシュに揃えていきます。1巡目ではアナログの少年を設置し、ヘルガルモンの自滅効果及び手札破棄効果を使ってトラッシュに必要なカードを揃えつつ2巡目の準備をしていきます。この時に優先的にトラッシュに置きたいのがブラックテイルモン、魔獣型の速攻持ちデジモンということもあり、このデッキとマッチしています。トラッシュに必要なカードが揃い次第本命であるソルガルモンを作ります。自身の進化期に登場させたカードを連携の対象にしつつ、自身のアタック時効果で発揮したフェンリルガモンにそのまま進化時効果でブラックテイルモンなどのデジモンを登場させ、進化元効果で自身をアクティブ。次のアタックは進化時効果で登場させた速攻を持たないデジモンと連携アタックし、相手の場にデジモンがいれば自身のアタック時効果でアクティブにし再度アタックできるので、フェンリルガモン単体で最大6点を作ることが可能です。ブラックテイルモンがいればそのままプレイヤーアタックまでが可能となります。必要パーツは多いですが、ドローギミックや手札ドロップのギミックが多く、再現性もありつつかなり爆発力があり、今後の強化も期待できるデッキです。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回はブラストエースアルティメットカップ環境で活躍しているデッキを紹介しました。デッキパワーがかなり上がり、試合スピードも上がったことでかなりシビアな環境になりました。今環境への仮想敵やデッキビルドの叩き台として役立ててもらえると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。